こんにちは、あおいです。今日は保育園でも大人気の麻婆丼献立をご紹介します。麻婆豆腐の動画って以前も出したことあるんですけど、あれねかなり初期なんですよ。私が YouTube 始めて本当に間もない頃だったので、多分私のテンションもちょっと低めだし、説明もそんなに細かいところまでできてなかったんじゃないかなというのと、あと画質もね今よりもちょっと悪いので、あと日々ねこう撮影の仕方だったりとか、あと料理の分量っていうのも改良しています。なので今回は麻婆豆腐の改良版という形で麻婆丼をご紹介します。でそれに合わせる副菜は大根のツナサラダと、汁物が春雨スープです。卵が入ってるね春雨スープになります。どれも子どもたちに大人気のレシピで、それから最後の方にはなんでこの献立にしたのかっていう説明もお話をしていますので、ぜひ最後のシーンまで楽しんでご覧ください。それでは早速作っていきましょう。葵の給食室、麻婆豆腐の材料紹介です。お豆腐は木綿豆腐を使います。大量調理とかではね結構お豆腐が崩れやすいので、絹豆腐よりも木綿豆腐を使って形を残すようにしています。それから豚ひき肉と長ネギと、保育園では麻婆豆腐に人参も入れていきますと、調味料がごま油とお砂糖、お醤油、お塩と味噌と、あとは片栗粉になります。基本的にはお子様の麻婆豆腐ですので、辛いもの、香辛料になるものは使いません。大根のツナサラダの材料紹介です。大根と、ここにきゅうりと、あと人参を入れていきますと、ツナ油漬け缶使っていきます。ツナは水煮缶でもいいんですけれども、どちらかというと油漬けの方がしっとりしているので、口の中でまとまりやすくてお子様が食べやすくなります。それからマヨネーズで和えていきます。とてもね材料はシンプルになります。春雨スープの材料紹介です。春雨と、春雨は緑豆春雨使っていただいた方がスープとかは煮崩れしにくいので、特に長く煮込む場合は緑豆春雨選ぶのがおすすめです。もう一つはね国産春雨っていうものなんですが、そっちは割と水を吸収して柔らかくなりやすいものになるので、もちもちした食感になっています。それから卵と、あとカットわかめ使います。で調味料は鶏ガラスープの素とお塩を使っていきます。葵の給食室、汁物のこのカットわかめを水に浸して戻しておきましょう。麻婆豆腐の野菜切っていきましょう。すべて野菜はみじん切りにしていきます。で普段はこれね、この100均のやつ使ってるんですよ。このカッターを使ってみじん切りにしているんですけれども、これ量今回少ないので多分刃がね当たらないんですよ。なので手でみじん切りにしていきます。ただね保育園で作る場合は手でみじん切りにするとすごく時間がかかるので、絶対にフードカッターを使ってカットします。このね手でみじん切りするってことはね絶対しないんですよ。長ネギもみじん切りにしていきます。で長ネギはここの上と下をもう下をねちょっと今日切ってあるんですけど、切り落としたらここの緑の筒になっている部分に砂が溜まりやすいので、ここをよく洗うようにしてください。そしたら長ネギもみじん切りにしていきましょう。目が痛い目が痛くなってきた。保育園だと長ネギを何本も何十本とかまとめてやるからもうねずっと涙流してやってるんですよ。もう拭く暇もないみたいな。お豆腐はだいたい1.5 センチ角ぐらいにしていきます。なのでちょっと薄めのお豆腐なので半分に切り込みを入れて、1、3、4と、
お豆腐は崩れちゃうし、あと、柔らかいのでそんなに小さく刻まなくても大丈夫です。ざっくり 1.5 センチ角ぐらいに切っていきます。葵の給食室。そしたら副菜の野菜切っていきましょう。野菜は、細切りにしていきます。全部ちょっとね小さめなんですけど、輪切りが。大根も細切りにしていきます。ここをちょっと切り落としてたら立てて輪切りにしていきましょう。そしたら大根は少し長めに切っていたので、この半分の長さに切っておきます。きゅうりも細切りにしていきましょう。きゅうりの細切りは多分いろんな動画で見せてるので切り方をねもうマスターしているはず皆さん。きゅうりも長めに切ってたので、この半分の長さに切っておきましょう。春雨スープのわかめを切っていきます。先ほど戻しておいたわかめを、軽く水分絞ったら、このままだと大きいので粗みじん切りにしていきます。でわかめ結構この幅またかんだ。わかめ結構このままだと口にへばりついちゃって危なかったりとか、あとはもともと結構噛み切りにくいんですよ、こういうペラペラっとしたものは。なのでこういうのは粗みじん切りにしていくのがおすすめです。いつもだったらここで春雨を戻して春雨も切っていく必要があるんですが、今日はもうすでにカットされている東和乾物さんの春雨使いますので、このカットする作業は省いて作っていきます。とてもねこれ便利です。大根サラダのツナ缶の油を切っていきましょう。油漬け缶ですのでざるにあけて油を切ります。そしたらもうこれは加熱しませんので、この状態でラップをして冷蔵庫で冷やしておきましょう。ではこちらのフライパンで麻婆豆腐を作って、こっちのお鍋の方では大根のツナサラダを作っていきましょう。で大根のツナサラダはまず大根を茹でていきます。で根菜類は水から茹でた方が柔らかくなりやすいので、お水の状態で大根を入れて火をつけていきます。そしたら麻婆豆腐の方はごま油で今日は炒めていきましょう。ごま油を引きます。ごま油温まったら人参と長ネギをもう一緒に入れて炒めていきましょう。火加減は最初中火で焦げそうになってきたら弱火に変えていきます。ただちょっと火加減のね調整が難しいという方は最初から弱火で炒めていただいても大丈夫です。お子様が食べやすい麻婆豆腐のポイント1が今の長ネギと人参を炒めるという工程です。おそらく大人の麻婆豆腐はネギの食感を残したいので最後の方に入れると思うんですね。そうするとお子様の場合はネギの辛みとかが残ってしまって食べにくくなっちゃうので、一番最初にネギと人参を炒める。でその辛みをどんどんなくしていくっていうのがお子様が食べやすい麻婆豆腐を作る一番のポイントです。このぐらいの量だったらだいたい炒める時間は7分程度炒めればだいぶネギもしんなりしてこの辛みが飛びます。実はね以前この試作をする時にちょっと炒めるの大変だなと思って結構時間省略してやったことあるんですよ。そしたらもう全然ネギの辛みが抜けてなくて、もうなんかシャキシャキも残ってるし、すごい辛いみたいな、食べにくいなっていうのがあったので、それからはねよく炒めましょうということを私は常々お伝えをしています。人参と長ネギをだいたい7分くらいを目安に炒めました。そしたらもうかなり辛みも飛んでますので、ここに豚ひき肉を加えてさらに炒めていきましょう。ここでようやく肉の登場です。サラダの大根はだいたい沸騰してから5分程度を目安に引き上げていきます。そしたら人参茹でていきます。で本来は人参根菜類なのでお水から茹でるんですけれども、そのままお湯使う場合はそれがね難しいのでお湯のまま入れていきます。麻婆豆腐はひき肉を炒めてひき肉の色が変わったら、そしたらここにお水入れていきます。お水とあとは
はもうここに調味料入れて煮込んでいきますので、全て調味料入れていきましょう。お砂糖とそれからお塩入れていきます。お塩とそれからお醤油です。お醤油とお水も入れていきます。調味料をすべて合わせたら弱火でだいたい10分ぐらい目安に煮込んでいきましょう。大根サラダの人参は沸騰したところに入れてだいたい3分くらい経ったら引き上げていきます。そしたら最後サラダの方はきゅうりも加熱殺菌の意味でだいたい1分くらい目安にさっと茹でていきます。きゅうり1分経ちましたのでこちらもざるにあけていきます。でさっきの大根と人参と合わせてこれは流水にさらして冷ましておきましょう。今こちらのお鍋では麻婆豆腐のお豆腐の下茹でをするようにお湯を沸かしてます。でその間に副菜を完成させちゃいましょう。先ほど茹でて流水にさらした野菜はよく絞って水気を切っていきます。で大根って結構味が馴染みにくいのでこの水気絞るっていうのは本当に最大のポイント野菜の水気をしっかり切ったらあとはもう全部合わせていくだけです。先ほど油を切っておいたツナ缶とそれからマヨネーズあえていきましょう。ツナとマヨネーズって最強ですよね結構大根のサラダって味が馴染みにくいのでこのツナがあることですごく絡みやすくなります。ポイントです。または白ごま、白すりごまとか入れても馴染みやすくなるのでどちらでも大丈夫です。ただツナの方がうまみが出て子供はよく食べてくれます。そしたらこのサラダは冷蔵庫で冷やした方が味なじみが良くなりますのでこのまま冷やしておきましょう。ではこちらにお湯が沸騰しましたのでお豆腐茹でていきます。特に保育園で作る場合はお豆腐茹でておかないと形が崩れちゃってもう最後ね食べる子はもうほぼほぼ豆腐がないみたいな状態になっちゃうのでここで下茹でして形を残すっていうのがすごく大切になります。そしたらお豆腐茹ですぎても良くないのでだいたいこう上に上がってきたら3分ぐらいを目安に茹でていきます。で3分経ちましたのでざるにあけておきます。そしたらもうざるにあけたらこのままお豆腐をここに入れていきます。で全体を軽くなじませます。でお豆腐を茹でるのが早すぎるとお豆腐同士が結構くっついちゃうんですねなので、お豆腐入れる直前にお豆腐を茹でるのがおすすめです。うわ美味しそうだね美味しそう。このちょっとね豆腐崩れてるぐらいがいいですよね麻婆豆腐って。そしたらお豆腐にも味を染み込ませたいので弱火でさらに5分ぐらいを目安に煮込んでいきましょう。ではこちらのお鍋では春雨スープ仕上げていきましょう。お水を入れていきますとここに鶏ガラスープの素を入れていきましょう。そしたら火をつけてこれをまず沸騰させます。スープの煮汁が沸騰しましたのでここに春雨とそれからカットわかめ入れて煮込んでおお勢いよく書いた煮込んでいきましょう。そしたら春雨はよく入れたらほぐします。そしたらこのまま柔らかくなるまで煮込みましょう。で麻婆豆腐の方がだいたいお豆腐入れて5分ぐらい詰まりましたんで美味しそうにそしたら水溶き片栗粉を入れていきます。片栗粉って結構ダマになりやすいんですね。なので一旦火を止めます。麻婆豆腐の方は火を止めてで水溶き片栗粉も片栗粉とお水同量入れてしまうと結構ダマになりやすいので片栗粉の倍量の水を入れるとダマになりにくく仕上がります。汗だく大丈夫顔が真っ赤になってる気がするんだけどそしたら一旦火を止めて倍量のお水で溶いた水溶き片栗粉流し入れます。そしたら弱火にかけながら片栗粉なじませます。美味しそう。大量にね保育園で作るときは結構お豆腐勝手に崩れちゃうんですけど、お好みでご家庭で作るときもお豆腐潰してくださいちょっとね私はちょっとお豆腐潰れてる方が好きなんですよ弱火でだいたい2分ぐらいかな加熱すればだいたい片栗粉が
しっかりと馴染んでとろみがつきますので、そしたら麻婆豆腐完成でございます。今日はね麻婆丼になりますので、ご飯の上にこれをかけていただきます。これがね大人気なんですよ。美味しいんだよね。春雨とわかめ入れてからだいたい15分ぐらい煮込みます。柔らかくなってれば大丈夫です。そしたらお塩で味を整えて、でご家庭で作る場合は食塩の量ね少なくて計量できないと思うので、本当に味見ながら調整して入れてください。で今回は仕上げに溶き卵を入れていきますので、卵を溶いていきます。かきたま汁風かきたま汁かきたま汁、鶏ガラスープ味のかきたま汁になります。かきたま汁作る時のポイントなんですが、沸騰したところに入れないと卵が濁っちゃうので、必ず火を強めて沸騰させたところに溶き卵を入れるようにしてください。片方の手でくるくるとしっかり沸騰させて、そしたらなるべく高いところです。ちょっとね画角から外れちゃうんですけど高いところから入れると、細くね綺麗な卵ができます。で大人のかきたま汁の場合はふんわり仕上げてもいいんですけれども、お子様用とあとちなみに今回はね保育園バージョンですので、しっかりと卵は加熱して中までね火が通るまで加熱をしていきます。卵しっかり固まったら火を止めて、これでスープの完成です。葵の給食室麻婆豆腐丼麻婆丼給食完成しました。なんかカラフルで可愛かったこの組み合わせは間違いなく子供が食べます。で夏場ってやっぱりどうしてもね食欲落ちがちで、ご家庭でももしかしたら食べる量減ってきてるってこともあるかもしれないんですけど、そういう場合は結構この口当たりのいいもの、麻婆豆腐とかあと春雨とか使うと割と食欲落ちてる時でもよく食べてくれますので、夏にねこういう麻婆丼入れたりすることもたくさんあります。で麻婆豆腐ってちょっと色味がね寂しいんですよ。人参入れるとはいえそんなにやっぱり全体的に茶色っぽい仕上がりになるので、なので副菜は割と3色ぐらい使ってる副菜、今回も大根の白と人参のオレンジときゅうりの緑の3色使ってるんですけど、そういう形で3色ぐらい使ってると割と麻婆豆腐とのバランスが良くなります。あとは結構保育園では、和食だから和食で揃えるとか中華だから中華で揃えるっていうことはあんまり保育園ではというか私の献立ではそんなに意識はしてなくて、なので、麻婆豆腐だから中華スープにしなきゃいけないっていうわけではないんですよ。なのでご家庭でもそこまでね主菜が中華だから副菜も汁物も中華と揃えてる方いないかもしれないんですけど、麻婆豆腐子供の場合は味噌を使ってるんですね。辛いものとかあと豆板醤とか甜麺醤とか使えないので、その味を出す代わりに味噌で味を出してますので、例えばここに味噌汁持ってきてしまうと同じ味噌でかなり味がくどくなるので、鶏ガラスープ使わないにしても、味噌以外の味付けコンソメとかそういうものを使った方が味のバランスが良くなります。この組み合わせは間違いなく子供が食べる大人気の献立、もう作ってもね足りないっていうぐらいの献立ですので、なかなかねお子様食べ進みが良くないっていう場合はぜひこの献立をチャレンジしてみてください。葵の給食室のミールキットが全国発売されました。その名も子供と食べる魔法のミールキット。まずは保育園向けです。毎月葵の献立表と食材、それから必要な調味料全てがセットになってお届けされますので、食材のロスもなくなり、皆さんが食材をご用意していただく手間が省けます。現在無料お試しキャンペーン中ですので、詳しくは概要欄をご覧ください。一般家庭向けは10月に発売予定です。もう少しお待ちください。それでは皆様のお申し込みお待ちしております。